はい、皆さんこんにちは。ミシガン在住29年 MI こと井原です。昨日はとても蒸し暑かったんですが、今日はちょっと肌寒い、半袖でちょっと寒いかなぐらいの気温ですね。で、昨日かなり、季節的には暑い気候だったんですけど、サンダーストームがあったんですね。で、その影響で今もなお停電しています。で、風の強い日とかですね、フリージングレインっていうんですけど、ちょっと湿った雪が降った時とかですね、電線が重みに耐えられなくて断線をするようなことが起こります。で、サンダーストームも風が強いので、風の影響で電線が断線してですね、その修理をするためにもっと大元の電源の方を切って作業したりするので、広域にわたって停電することがあります。はい、そのことについてちょっと今日はお話ししたいと思います。では動画の方参りましょう。どうぞ。ちょっと今さっきも喋ってしまったんですけど、そうですね、風の強い日、特にサンダーストームとかで、昨日はですね、実はトルネードの可能性があるっていう警報というか、注意も呼びかけられていたので、幸いうちに今のところ被害はないんですが、一応その風で吹き飛んでしまうようなものは小屋にも実はいろいろ入っています。外に置いてあった小さなものとかですね、ちょっと吹き飛ばされないように部屋の中に入れてたりします。ちょっと話が脱線しましたが、停電はその風とかですね、雪、その氷とかですね、そういうので起こります。地震はミシガンではないので、地震は関係ないですね。年に1回2回は、短い段階2回はあるかな。結構頻繁にあるので、そういう時は困ります。いつ停電するかというと、もう本当に真冬か夏ですね。春先とかも天候によります。ですからこの時は注意した方がいいとか、そういうのはあんまりないですね。冬場に停電すると暖房も切れてしまうので非常に危険ですよね。いつ停電するのかっていうのはなかなかちょっと限定するのは難しいと思います。ただ冬場と夏場が多いような気がします。停電して困ることは電気がないので真っ暗になってしまいますよね。ですからそれが一つと、あとは充電などもできないので、携帯はもちろん電気なしでもある程度は使えますけれども、時間が経てばもちろん電池も切れますし、そういうところですね。そうすると外から情報が取りにくくなるっていうのがあると思います。で、もっと長期化するとですね、一番困るのは多分食べ物ですね。特に冷蔵庫をですね、夏場の冷蔵庫の中のものが冷蔵状態ではなくなってしまうっていうのが大きな問題だと思います。あとそうですね、暖房が効かなくなる。もちろん冷房もそうなんですけど、冷房は我慢すればいいと思うんですけど、やっぱり暖房はですね、危険な状態になりますね、場合によっては。あとは水は水道の圧で出てくるので、水が止まるっていうことは移動水をポンプで汲み上げている、うちはまさにそうなんですけど、そういうことでない限りは水道が止まるっていうことはないはずです。お湯も止まりません。通常の場合はお湯沸かしはガスでやってますし、電気は特に使わないでお湯を作るので、基本的にはお湯は止まらないです。暖房もガスなので止まるはずはないと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、ファンを回すので、そのファンを回す電源が必要なんですね。ですから発電機を使えば暖房をかけることは不可能ではありません。どうすればいいか、全然手っ取り早くないんですけど、一番確実なのは発電機を購入することですね。ジェネレーターって言いますけれども、今も実は我が家でもジェネレーター使ってます。で、後ほど動画を撮ってエピソードに貼り付けようと思いますが、
でかい発電機を持ってます。で以前サブディビジョンに住んでた頃に使っていた発電機もあるので、今2つ家には発電機がありますが、基本的には大きい方を今使って停電復旧を待っているところですね。今も実は聞こえるかどうかわかんないですけど、近所の方の発電機が回っている音がかすかに聞こえます。ですから発電機を家で、自家用発電っていうんですかね、自家用発電機を持つことはそんなに珍しいことではなくて、サブディビジョンの中でも各家庭で発電機が回ってると思います。ですからミシガンでは結構当たり前というか必需品と言っても過言ではないかもしれないです。これがジェネレーターですね。結構大きな7000ワットとかですね。小さい方は3600ワットまで、で大きい方は7000ワットまでいけますね。でこの太い線で、家のブレーカーパネルまで、つないでます。じゃあとりあえずスタートさせてみますね。こんな感じです。とてもうるさいです。ホームデポとかローズとかメナーズとかハーバーフレイトとかいうそういうツールを売っているお店とかハードウェアストアでも購入が可能かもしれないですね。ジェネレーターを使うことに関して一つだけ本当に気をつけていただきたいのは、室内とかガレージ内でジェネレーターを使うのは避けてください。一酸化炭素中毒でかなり危険な状態になります。ですからジェネレーターは必ず屋外に設置して、さらにその排気ガスがですね室内に入り込まないような場所に設置してください。あとは窓とかですねドアを開けっぱなしにしておくと、そこからガスが侵入することもありますので、そこに関してはくれぐれも気をつけていただきたいと思います。僕もミシガンにずっと住んでますけど、ジェネレーターを使い始めたのは15年前とかですかね。それまではもうなんとかしのいできた感じです。ただ長期的に住むことを前提にすると、備えあれば憂いなしと言いますか、あった方が安心ですよね。ただ駐在の方とかがジェネレーターを持っていますっていう方はあんまり聞いたことがないので、こればっかりはちょっとどうしようもない。やっぱり電気って大切というか、もう電気が止まると本当生活が止まっちゃうようなことが起こりますし、さらにあれなんですよね、長いです。とにかく停電の時間が多分日本でそんなこともちろん大きな震災が起こった時はそうなんですけど、通常の日常生活でそんな何時間も何日間も停電なんてことはあんまりないと思うんですけどね。ミシガンでは僕が経験した長い停電で多分、2日はありますね、何回か。丸3日っていうのも1回だけあったような気がします。そう、確か冬場だったと思うんですけどね。ちょっとジェネレーターがなかったらかなり厳しい状況だったと思いますが、そんなとこですね。すみません、ちょっといいアドバイスが浮かばないで本当に申し訳ないんですけど、早く電気が復旧することを祈っています。皆さん今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではミシガンでの日常生活を実体験に基づいて配信しています。もしよろしければぜひチャンネルの登録をよろしくお願いします。また今後の励みにもなりますので、高評価ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。では次回のエピソードでまたお会いしましょう。さようなら。